2026年、フランスで起きたある判決が、世界中に衝撃を与えた。泥酔状態で車を走らせた男が、一人の若い女性の命を奪った。地中アルコール濃度は、法定基準の約5倍。赤信号を無視したまま、彼女の体を車ごと押しつぶした。それなのに、裁判所が下した判決は、懲役刑ではなかった。執行猶予、わずか3年。男はその日のうちに、法廷を歩いて出て行った。被害者の父親は、現職の法官だった。娘の名はクロエ。享年22歳。遺族は泣き崩れながらも、すぐに立ち上がった。この判決はおかしい。何かが隠されている。そう確信した家族は、独自に再調査の請願を始めた。すると、少しずつ、闇が浮かび上がってきた。担当裁判官と、加害者側弁護士の間に、深い司法人脈のネットワークが存在していたのだ。リヨンの司法界に張り巡らされた、見えない糸、それが、この判決を生んだのかもしれない。フランス全土で起こりが広がった。司法への不信が、SNS を通じて爆発的に拡散した。正義はどこにあるのか、という叫びが、パリの議会にまで届いた。だが、この事件の本当の恐ろしさは、判決そのものではない。クロエという一人の人間が、その日まで、どんな人生を歩んでいたか、そして、なぜ彼女が、あの交差点にいたのか。次は、クロエの日常に迫る。クロエ・デュパンは、22歳だった。リヨンの小さなアパートに一人で暮らし、地元の大学で社会福祉を学んでいた。将来は、困っている人たちの旗に立てる仕事がしたい。そう話していたという。父親のリシャール・デュパンは、リヨン地方裁判所の判事だった。厳格で、正義を重んじる人物として知られていた。クロエはそんな父を尊敬していた。しかし同時に、法律の世界の冷たさも、幼い頃から肌で感じていた。だからこそ、彼女は、人のぬくもりを届ける仕事を選んだのかもしれない。2025年10月14日、月曜日の朝、クロエはいつも通り目を覚ました。前日の夜、友人と電話で長話をしていた。来週の誕生日会の計画について、笑いながら話していたらしい。その朝、彼女は少し急いでいた。大学の講義が9時から始まる。朝食もそこそこに、自転車の鍵を手に取った。秋の空気は冷たく、透き通っていた。リヨンの街は、まだ静かだった。彼女がいつも通る交差点がある。大通りと路地が交わる。何でもない場所だ。信号は青だった。クロエはペダルを踏んだ。その瞬間、世界が変わった。彼女の22年間の日常は、突然、終わりを告げることになる。あの朝、もし講義が1時間遅ければ、もし自転車ではなく、バスを選んでいれば、そんな、もしも、が、今も遺族の胸に刺さったままだ。次は、あの交差点で何が起きたのか、真実に迫る。2025年10月17日、木曜日、朝の8時12分、フランス中部の都市、リヨン、市内を流れるソーヌ川から少し離れた住宅街に、一つの交差点がある。何十年も前から変わらない。どこにでもある普通の十字路だ。その日、クロエ・デュパンはいつものように自転車を漕いでいた。大学の講義は9時からだった。遅刻しないよう、少し早めに家を出た。秋の朝の空気は冷たく、澄んでいた。信号は青だった。クロエはペダルを踏んだ。その瞬間、右側から猛スピードで車が突っ込んできた。ブレーキ音はなかった。クロエが気づく間もなかった。車は赤信号を無視したまま、直進していた。衝突の音が、通りに響き渡った。近くのカフェで開店準備をしていた男性が、最初の目撃者となった。後に彼はこう語った。ものすごい音がした。振り返ると、自転車が宙を待っていた。信じられなかった。と、救急車が到着したのは、事故から11分後だった。クロエはすでに意識がなかった。病院に搬送されたが、頭部への強い衝撃により、同日午後に息を引き取った。22歳だった。一方、車の運転手はその場で身柄を確保された。警察が簡易検査を行うと、地中アルコール濃度は 0.28% を示していた。フランスの法定基準の3倍以上だ。前夜から朝まで飲み続けていたと見られている。これが全ての始まりだった。この事故がなぜフランス全土を揺るがす司法腐敗の疑惑へと発展したのか。捜査が動き出した時、
思わぬ事実が浮かび上がることになる。捜査は、事故翌朝から動き出した。リヨン検察は、運転手の男を過失致死及び飲酒運転の疑いで正式に立件した。男の名前はマルク・ビダル、41歳。職業は自動車部品販売業者だった。地中アルコール濃度 0.28%。これは、フランス刑法が定める上限値の実に 3.5 倍に相当する数値だ。それだけではない。事故現場の監視カメラには、ビダルの車が赤信号を無視して交差点に進入する瞬間が、はっきりと記録されていた。証拠は、揃っていた。遺族の父親、判事のリシャール・デュパンは、娘の死から数日後、公の場に姿を現した。その目は充血し、声は震えていた。しかし彼は一言だけ、こう述べた。司法を信じる。それだけだ。と、その言葉は、深い悲しみであると同時に、ある種の警告のようにも聞こえた。初動捜査の段階では、事件はあくまで、悪質な飲酒運転による死亡事故、として処理される予定だった。関係者の誰もが、有罪判決は確実だと口を揃えていた。だが、ビダルの弁護を引き受けた人物の名前が明らかになったとき、捜査の空気は微妙に変わり始めた。その弁護士の名は、ジャック・ムーラン。リヨン司法界では知らぬ者のいない、大物弁護士だった。そして彼には、ある強力な後ろ盾があると、放送関係者の間では長らく囁かれていた。ビダルは本当に、ただの飲酒運転者だったのか、それとも、彼の背後には、別の何かが隠されていたのか、次第に、そのアリバイと交友関係に、疑念の目が向けられていく。アリバイの確認が、静かに始まった。ビダルは事故当夜、友人たちとの食事会に参加していたと主張していた。場所はリヨン市内の高級レストラン。同席者は5名。その全員が、彼の証言を支持していた。しかし、遺族の弁護士が独自に調べると、奇妙な点が浮かび上がった。同席者のうち2名が、ムーラン法律事務所の元依頼人だったのだ。偶然にしては、あまりにもできすぎた一致だった。さらに、もう一つの事実が明らかになった。事故現場から数百メートル先にある駐車場の防犯カメラ映像が、事故後の早い段階で上書きされていたのだ。担当捜査官はこれを、機器の不具合、と処理した。しかし遺族はそれを信じなかった。クロエの父、リシャール・デュパンは言った。娘が死んだ夜、何かが消された。証拠ではなく、真実そのものが。当局は2025年3月、改めて公式見解を発表した。アリバイは成立している。捜査に不正の証拠はない。判決に手続き上の問題はない。そう、淡々と述べた。だが、その発表を聞いた放送関係者の誰もが、言葉を濁した。断言する者は、一人もいなかった。疑念は晴れるどころか、むしろ深まっていた。公式の結論が出たその日から、ある一枚の文書の存在が、ひっそりと語られ始めていたからだ。それは、判決が下される1週間前に交わされたとされる。非公式な連絡の記録だった。その文書は、最初、誰も声に出して言おうとしなかった。ただ、放送関係者の間で、ひそひそと囁かれていた。判決の1週間前に、非公式なやり取りが交わされていた。と、記録には、日付があった。送信者の名前があった。そして、受信者の所属が記されていた。その所属とは、今回の裁判を担当した裁判所と同じ管轄区域だった。遺族がその情報を入手したのは、偶然ではなかった。再捜査を求める署名活動を続ける中で、一人の元司法職員が沈黙を破ったのだ。彼女は言った。私は、見ていた。でも、言えなかった。と、彼女が目撃していたのは、事件ではなかった。判決が出る前夜、裁判所の廊下で交わされた、短い会話だった。加害者側の弁護士と、別の人物が、書類を手渡すように、何かを交わしていた。その人物の顔を、彼女ははっきりと覚えていた。だが、その人物の名前を口にしたとき、周囲の反応は、凍りついたという。なぜなら、その人物は、被害者の父親、リシャール・デュパン判事と、同じ司法ネットワークに属していたからだ。つまり、加害者側と、被害者側の父親が、同じ人脈の中に存在していた可能性が、浮上したのだ。これは、誰かが意図的に情報を遮断していたことを意味するのか、それとも、
誰もが見て見ぬふりをしていたのか。真実はまだ霧の中にある。だが、もう一人の人物の名前が水面下で浮かび上がっていた。この事件にはまだ誰も語っていないもう一つの顔があった。もう一人の人物。その名前は捜査記録の片隅にほんの数項だけ記されていた。マルク・ソレル、47歳。リヨン郊外を拠点とする物流会社の経営者だ。彼は事故当日の夜、加害者のベルナールと同じ店で飲んでいた。これは調書に残されている事実だ。だが、なぜか捜査官は彼に対して詳しい事情聴取を言っていない。なぜか遺族が独自に集めた情報によれば、ソレルは過去にリヨン司法関係者が出席する複数の会合に繰り返し顔を出していた。事前晩餐会、放送関係者の同窓会、そして地方判事たちが非公式に集まるクローズドな懇親会、その全てに彼の名前があった。そして驚くべき事実が浮かび上がる。ソレルの会社はクロエの父リシャール・デュパン判事が過去に関与したある調停案件の当事者だった。利益を得た側としてだ。つまりソレルにとってデュパン判事は恩人とも言える存在だった可能性がある。加害者と同席していた人物が被害者の父親と利害関係で結ばれていた。この構図は偶然では説明できない。遺族の弁護士は言った。誰かがこの夜の記憶を意図的に薄めようとしている。と、霧は晴れるどころかさらに深くなっていた。そして今、この事件を追う記者たちの手元に一枚の写真が届いた。そこに写っていたのはソレルと判事と、そしてもう一人。その人物の正体が明らかになった時、この事件はフランス全土を揺るがす真の確信へと到達することになる。写真は一枚だった。しかしその一枚が全てを変えた。画面の中に写っていたのは3人の人物。加害者の弁護士ソレル、そして判事リシャール・デュパン、そしてもう一人。その男の名前はマルク・バランタン。フランス司法省の上級顧問を務めるこの国の法の番人の一人だった。写真が撮影されたのは事故からわずか2週間後。場所はリヨン郊外の高級レストラン。3人は同じテーブルを囲みグラスを傾けていた。娘が死んでまだ14日しか経っていないその夜に、遺族の弁護士はこの写真を入手した時、しばらく言葉を失ったという。偶然ではない。これは会議だ。彼女は静かに、しかし確信を持っていった。判決の前に何かが決められていた。その言葉は取材を続ける記者たちの間で静かに、しかし確実に広がっていった。バランタンはデュパン判事の司法研修時代の指導官だった。そしてソレルはバランタンの元部下が設立した法律事務所の現役パートナーだった。3人を結ぶ線はもはや推測ではなかった。それは数十年にわたって積み上げられた人脈という名の壁だった。クロエはその壁の前で裁かれることなく消えていった。22歳の命がシステムの隙間に静かに沈んでいったのだ。起こりはフランス全土へと広がり始めていた。そして遺族はもはや法廷だけを見ていなかった。彼らが次に向かった先はこの国の最も高い場所だった。フランス最高司法評議会に一通の請願書が届いた。リシャール・デュパンの妻、そして息子が署名した。その文書には全てが記されていた。判決の不自然さ、弁護士との関係、そして数十年にわたる人脈の網。評議会は調査の開始を発表した。しかしそれは静かな、あまりにも静かな発表だった。メディアは大きく取り上げた。市民は怒りの声を上げた。それでも司法の歯車はゆっくりとしか動かなかった。2025年3月、調査の結果が公表された。担当判事に対して倫理規定の軽微な違反が認定された。しかし懲戒処分は戒告のみ。判決そのものは覆らなかった。加害者は今も執行猶予の身のまま日常を生きている。クロエが言ったあの夜から季節は何度も変わった。それでも彼女の両親にとって時間は止まったままだ。母親はインタビューでこう語った。娘は22歳でした。これから全てが始まるはずでした。
それを奪った人間が罰を受けなかった。それだけが事実です。フランス全土で司法改革を求める署名活動が続いている。2026年現在、その署名数は80万を超えた。しかし、法律はまだ変わっていない。クロエという名前を誰もが知っている。それでも、制度は沈黙したままだ。ある真実が裁かれないとき、それは忘却ではなく、記憶として残り続ける。この事件は終わっていない。次回、エピローグ、残された問いと変わらない現実を最後に見つめる。2026年4月現在、加害者は執行猶予の期間を静かに過ごしている。刑務所には1日も入っていない。担当判事は異動の後、別の裁判所に着任した。弁護士は今も現役で法廷に立ち続けている。誰も職を失っていない。クロエの父、リシャール・デュパンは娘の写真を毎朝見つめる。それだけが彼に残された日課だという。80万の署名は議会の棚に眠っている。法律は動かなかった。しかし、この事件を知った人たちは忘れなかった。正義とは判決文の中だけにあるのではない。記憶し続けること、問い続けること、それもまた一つの抵抗だ。クロエは22歳のまま止まっている。制度は今日も続いている。あなたはこの結末をどう受け止めるだろうか。